こっちなんか最高の焼き目ついてますね。はい。いやいやいや、最高ですね、これ。やべえな、これ。さん、リュウジです。ということでですね、今回はコラボ動画でございます。前回もコラボさせていただきました、デーブフットコーチクリニックのシラズカベルネチキンステーキをね、作らせていただいて、かなり美味しいものができたんですけども、その時のペアリングがかなり好評だったということで、今回またシラズカベルネでやってくださいということでですね、オファーいただきましたので、今回はシラズカベルネを使ってですね、最高のペアリングが楽しめる至高の煮込みハンバーグを作っていきます。はい、満を持して登場でございます。僕煮込みハンバーグのレシピなかったんですよ。今回初めて出させていただきます。これはマジでうまいです。ソースも、デミグラス缶を使うのではなく、自分でねブラウンソースを作ってそこで煮込んでいくっていう僕の本気レシピですので、じゃあ作っていきます。リュウジのバズレシピ。材料紹介ですね。牛豚の合いびき肉ですね。ハンバーグなんで。はい。そしてキノコ、お好きなキノコでいいんですけども、しめじね、舞茸ね、半々で用意しております。お好きなキノコで大丈夫です。エリンギでもいいですし、マッシュルームとかでも大丈夫です。そして、玉ねぎは丸々1個使います。はい。ニンニクは1かけ。ジェイコブスクリーム、シラーズカベルネ。これね、調味料として使っていきます。なぜ調味料として使うのかっていうとですね、もともとこれ赤ワインを使うレシピなんですけども、このシラーズカベルネを料理に使って一緒に飲む。香りがマッチしますんで、最高のペアリングになるんですよ。いつもガバガバ飲んでるだけじゃないんですよ、皆さん。ということでですね、今回はこちらの材料でやっていきます。至高の煮込みハンバーグを作る上で何が一番重要か、もうお分かりですね。素材の、味をですね理解することが大事なんです。はい、言いたいところじゃないです。はい、ちゃんと料理研究家としてのプロ根性ですので、はい、プロ根性で飲んでいきます。素材の味を確かめていきます。うまい。コクがあってね、絶対にハンバーグのソースも合います。ということでやっていきたいと思います。早速やっていきたいと思います。まずね、これ玉ねぎからやっていくんですけども、玉ねぎね、これ半分にしていただいて、半分と半分で使い方違います。この半分は、ハンバーグに混ぜ込むよう、こちらの半分は、ソースに落とし込むようですね。ハンバーグに入れていくものを、やっていきます。まあこれね、みじん切りですね。はい。こんな感じでみじん切りにしていきます。ハンバーグに入れる時の玉ねぎっていうのは結構ね細かい方がいいんですよ。あんまりね粒子が大きいとハンバーグがね崩れやすくなるんですよね。みじん切りにした後にこうやって、まあちょっと面倒なんですけども、こうちょっと細かくね、してあげてください。玉ねぎ切るときはね、打ち下ろしちゃうと玉ねぎの繊維がかなり崩れちゃうので、刃をねなるべく動かしながら切った方がいいです。繊維をね、潰しすぎると水が出やすくなるんですよ。こうやって刃をちょっと動かしていくのがポイントです。細かいね粒子になりましたね。はい、器に入れて塩コショウねパラーっとかけて、バター 10g のせてですね、これね2分半ねラップしなくていいのでチンしておきます。これはですね炒めるんですけども、今回はですね炒めずレンジでバター蒸しにします。バター蒸しに、した玉ねぎっていうのは適度に水分が残ってるんですね。香ばしい香りっていうのは後から作るブラウンソースが出してくれるんで、香ばしい香りではなくですね、玉ねぎのジューシーさ、これをハンバーグに詰め込むんですね。そうするとソースとのね食べた時のジュワッとした旨味がですね、広がりますんで、あえて今回は炒めません。炒めると水分全部飛んじゃうんでね、バター蒸しの玉ねぎを入れたハンバーグってめちゃくちゃ美味しいんですね。次玉ねぎですね。まあ大体はね皆さんでこうやって繊維に沿って切ってると思うんですけど、今回煮込みハンバーグなので水分がよく出るようにしたいんで、こういう風に繊維に逆らってね、繊維に対して、垂直にねこう切っていきます。割れてるの分かりますかね。これ煮込みで使う玉ねぎは最近はねこれでやることが多いです。はい、こんな感じですね。はい、これはソースの方に使っていきます。きのこはもう裂いてあるんで大丈夫ですんで、包丁を使うのはもう以上ないです。バター蒸しした玉ねぎこれなんですけども、ちょっとねこれね冷ましてください。
冷ますにはね、なんかこう広げるように、やった方が冷めやすいです。出した時点で、取り出した時点でもう冷凍庫ぶち割るんですね。ここに、調味料を入れていきます。小さじ1/4程度ですね。ここにコンソメね、旨味の元になるコンソメ入れます。ここで一度よくこねます。塩分を入れてこうこねることによって肉質がね、こねることによってね、固まってきますんで、一度よくこねる。はい、こんな感じですね。パン粉を入れるのは、お肉を柔らかくするために入れますね。はい。お水、大さじ2杯。水もハンバーグに水分を持たせてジューシーにするために入れてます。ナツメグ12345振りですね。ナツメグはね、すごくハンバーグに香りをもたらしてくれますんで入れてください。これがね、しらずかべるとね、すごくね、ナツメグの香りもあるんですね。この香りだけが飲める。そして黒胡椒ですね。はい。で、ここに片栗粉です。至高のハンバーグの時は僕ゼラチン使ってたんですけども、至高のハンバーグの場合はソースなんか煮込んでないのでね、水分がねなかったんで、水分を中に閉じ込めるためにゼラチンを、使ってたんですけども、今回ね片栗粉を使うのは、片栗粉って加熱すると水分をね、とろみをつける作用があるんですね。中に片栗粉を入れることによって肉汁がこのお肉の中にとどまるんです。で、ここでました。で、最後に玉ねぎを入れるんですけども、入れましたんで、ちょっと人肌ぐらいか、まあでもいいです。はいね、これ入れてください。時間が欲しい方はね、バットとかで冷やした方が全然いいですよ。またこねます。はい、玉ねぎのコクが入るとね、ハンバーグっていうのはすごく風味豊かになってきますんでね。で、これを混ぜ込んで、バターの風味と玉ねぎの甘みっていうのをこのハンバーグにね加えるんですね。はい、で全部こね終わりましたら、もう、成形しちゃいます。大きいんでもう半々でいきます。パンパンパンと。これなんで皆さんパーンってやるか分かりますか？これね、中の空気抜いてるんですよ。中の空気抜くと割れにくくなるんですよ。至高のハンバーグの時はジューシーさをすごく大事にしたんだけど、今回は煮込みソースがあるからジューシーさはね、そこまでね、ジューシーしなくて大丈夫。こんな感じでね、こんな感じかな。 180g ぐらいの、ハンバーグになりますかね。もううまそうでしょ。じゃあこれを、まずお肉から焼いていきます。じゃあね、バターをバタッとね入れていきます。はい。そしてバターを溶かしていきますね。で、ここからね、ハンバーグまず焼いていきます。煮込みハンバーグなんですけども、そのまま煮込むんじゃなくて焼き目をつけてから煮込んだ方が美味しいです。肉にはね、焼き目をつけて香りをつけた方が、美味しく仕上がります。この温まったバターの香り、これを嗅ぎながら素材の味を確かめます。もうちょっと素材の味を確かめなきゃいけない。飲みたいからとかじゃないです。はい。バターがね、ふつふつといってきました。中火でいいです。中火で。成形したハンバーグを、入れていきます。でね、真ん中ね、ちょっと押してあげると、中まで火がね、通りやすいですね。入れていきます。まあ、じっくりね、焼き目をつけていきます。この後煮込むんで、最後まで中まで火が通る必要はこの時点ではないんですね。で、焼き固めていきます。3分焼くとですね、まあ焦げ目がですね、はいね、最高に美味しそうでしょ。これ早めにパリッとした美味しそうな焼き目がつきます。こっちなんか最高の焼き目ついてますね。こんな感じで両面この香ばしいね焼き色をつけていきます。この肉の焼けた香りがもうね最高です。そしてこのパチパチというね、もうオーケストラです。これは、はい、オーケストラに耳を傾けながらしらず食べるのが飲む。うまいな。絶対合うよ。絶対合う。保証する。片面ずつ数分焼いて中を焼き固める作業ですね。裏面見てみましょうか。あ、いい色で焼けてますね。これもね、裏もね、両面にこれぐらい、いい焼き色がついたら、はい、こんな感じですよ皆さん、うまそうでしょ。これぐらいいい焼き色がついたら一旦取り出します。この状態では、中にまだ完全に火が通ってない状態です。はい、このまま食べちゃダメですよ皆さん。このフライパンには良質のバターとね、お肉の脂とうまみが残ってます。このまま使いますよ。玉ねぎね、さっき切った玉ねぎ入れていきます。で、炒めていきます。中火ぐらいですね。ちょっとね焦がした方がいいので軽く塩入れます。
軽く塩を入れることによってこの浸透圧でですね、玉ねぎが水分が出てうまみが凝縮します。でここからはねちょっと火上げます。はい、さっきまで中火だったんですけども、ちょっとねこの玉ねぎ少し焦がしたいんでちょっと炒めてうまみを出していきたい、そう私は思っております。ちらほらちらほらこの焦げ目がね、ついてきますんで、飴色まではいかなくて大丈夫です。はい、ここできのこ投入します。やっぱり、ね、お野菜ね、入ってた方がね、栄養バランス的にも、美味しくなりますし、あとねハンバーグの肉質とこのきのこのポリッと感ってすごく合うんですよね。火が通ったら薄力粉小さじ4杯だから大さじ1と小さじ1杯ですね。はい、これが今回のブラウンソースのルーになります。具材と絡めて炒めていきます。はい、ちょっと焼いて、この具材と絡めて玉ねぎとこの、きのこにたっぷりとこの薄力粉をですねまとわせることによってダマにならないっていう効果があります。はい、大さじ3杯ですね。はい、1、2、3です。洋食屋さんのブラウンソースっていうのは大体ソースとケチャップで作るんですよね。今回ブラウンソースなんで、ケチャップと、ウスターソースで、デミグラスソースよりのソースを作ってます。このケチャップの酸味を飛ばして甘みとうまみだけここに残したいんです。酸っぱい香りがすごい舞い上がってきますんで、そうするとこのケチャップの酢が抜けてるっていう合図なんですね。ケチャップが原型がなくなるぐらいペースト状になってきたらここで、このシラーズカベルレ、はい、これでございます。だいたい 100cc ですね。あんまり使っちゃうともったいないんで 100cc で我慢してください。このシラーズカベルレが赤ワインの上質なコクと香りと赤ワインで煮詰めることによって最高の調味料になるんですよ。アルコール酸味をしっかり飛ばして、上質の香りとコクだけを生かすっていう調理法でございますね。そしてこのシラーズカベルネの煮詰まってる香りでシラーズカベルネのこれがエコです。そうしてくるともう火力が強いんでどんどんねこういうペースト状になってくるんですね。アルコールは完全に飛びましてうまみと香りだけここに残っている、状況ですね。そうしましたら水、赤ワインのうまみは全部凝縮してますのでここに水です。でここにウスターソースも入れます。でコンソメでニンニクね、チューブはもう使わないでください。もう至高なんでニンニクの香りをのせます。で半かけ分ぐらい入れてくださいね。1かけだと結構多くなっちゃうんで、あとは甘み漬けに砂糖小さじ1炊きました。まだねシャバシャバな状態なんですよ。でこのシャバシャバの状態の時に、この先ほどのハンバーグ、こいつを入れていきます。うお、はい、いや最高ですねこれ。この状態でソースにとろみがつくまで弱めの中火でちょっと煮ていくんですね。そうするとハンバーグにもねだんだんねいい火が入ってきます。これうまいんだよね。最高ですよ皆さん。これちょっとソースかけながらね水分をね少し飛ばして、味凝縮したいんで蓋しません。蓋するとね、水分が飛ばないんでね。大体どれぐらいかな、今中火でやってますけども、大体ね数分5分から5分ぐらい、煮るとすごくとろみがついてくると思うんで、とろみで判断してほしいですね。これはね煮込んでいる香りでいいと思います。最高の贅沢。ソースの煮詰め具合はね好みっちゃ好みなんですけども、ちょっととろみがついた方がねいいと思います。本当に5分ぐらい煮込んだかな。そうするととろみ的にはこれぐらいのねとろっとしたソースになるんですよ。こうしたら完成なんですね。うおほほほほほ。うわやべえなこれ。あればでいいんですが生クリームね少し垂らしてあげるとということで、こちらですね、リュウジ本気のシラーズカベルネ最高に合うこの煮込みハンバーグ完成でございます。それでは最高の煮込みハンバーグがついに完成にやってきていただきます。ペアリングでちょっと楽しみたいと思います。いただきます。
ハンバーグもすごい柔らかいですね。どうすかこれ。いただきますよ。うますぎる。煮込みハンバーグの頂点だこれ。最高ですね。赤ワインの旨味がめちゃめちゃ際立っててコクがあって、老舗洋食屋さんで食べるような最高に丁寧に作った煮込みハンバーグです。シラスカベルが、当たり前のように合うと。なぜかというと、ここにシラスカベルのフレーバーが入ってるから、ペアリングやばいんですよ。ハンバーグめちゃめちゃジューシー。このマリアージュやばいね。本当にうまい。ソースの相性が最高に。今回はね、あまりにも完成度が高いんで味変なし、小細工なしでいきます。スタートします。シラスカベル。辛い。いただきます。これが卑怯だよ。もう絶対うまいもん。やば。ペアリングやばいでしょ。ほら、単体でももちろん美味しいんだけど、ペアリング最高なのをチョイスしていけた時はちょっとこう甘めのこういうデミっぽいソースに合うんですよ、しらすがね。ペアリングの天才はこれはね、マジでペアリングをマジで重視したんで、食べ応えがすごいね。水分はね、ソースが補ってくれてるから肉質しっかりして肉料理にしたんだよ。肉料理にやっぱ合うからね。ガチで、自信持ったレシピですね。プロモーションだからいいこと言ってんだろうと思ったら他の動画でも言ってるから、他の動画でも言ってるから、ちょっと探してみてください。本当にこれ飲んでるよって思うと思うよ。至高の、煮込みハンバーグとジェイコブスグリープシラーズカベルで合わせてこの最高のペアリングを感じてみてください。じゃあもう俺はこれ全部飲んでくるんで、ちょっと全部飲んだら死んでる。いや、ちょっと開いてないし。よくないね。全部てんの。俺らはもう消していい。俺らは全部飲んでくるんだから、ちょっとはい終わりです。これは戦いこれからね。終わりです。終わりです。ただこれもう飲み慣れてると言っても過言ではないから、めちゃくちゃ飲んでるから俺ら普通に飲んでるし、別の動画でも出ちゃってるから合わせちゃってるから。天才やわ。やはりこういう仕事がしたい。たまにはこういう仕事がしたい。一応でもジェイコブスグリープさんはもう3年連続いただいてる。ありがとうございます。俺らもこれをずっと飲んでるっていう。でも頼まれなくても飲むから好きだから。めっちゃアマゾンで買ってるからね。めちゃくちゃ買ってるから俺ら。